ただいま名神高速道路を東に向けて走ってるんですけども、ところどころ渋滞しまして、まもなく京都東インターチェンジで降りようというところなんですが、また京都東のインターチェンジのすぐそばでですね、ちょっと混雑してきまして、この先京都東インターチェンジで降りて湖西道路の方に向かっていきます。琵琶湖の西側の道ですね。よかった、京都東で降りていきます。ナビの案内見てたら京都東まで京都南からですね40分ぐらいかかるよみたいな表示されてたんで、最悪だなと思ってたんですけど、そんなに時間かからずにこれでました。よかったよかった。この先は滋賀県の方ですね、湖西道路に入っていくんですけども、今日の S6 のドライブのテーマはですね、早朝に行って昼までに帰る琵琶湖ドライブです。やっぱりね、もう気温がやばいですよね。最近の暑さっていうのですかね。もう最近は本当に暑すぎるんで、今日は滋賀県の湖西を中心にドライブをしていこうかなと思ってます。早朝と言ってもですね、本当は5時ぐらいに出発をして滋賀県を目指してですね、だいたい最初の目的地に6時台に着くっていうのが良かったんですけども、のんびりとドライブをするのであればいろいろと道も考えるんですが、サクッと湖西から湖北に行って湖北側をですねドライブをしっかりと楽しんでいきたいなと思ってますので、このまま、西大津バイパスとか湖西道路を通りまして、で湖北の方ですね、琵琶湖の北の方まで一気に行っちゃいたいなと思ってます。道路としてはね、高速道路みたいな道になってしまうので、下道ほどの楽しさはないんですけどね、琵琶湖を右手に見ながらですねドライブを楽しんでいけますので、大阪から福井県の方に抜けるときですね、一般的には高速道路を名神高速道路から北陸自動車道を通っていくのがいいんですけど、この湖西道路を通るとですね高速料金節約できますので、大阪から北陸を目指すんだったらここを通っていくっていうのも一つおすすめです。この区間もですね2車線になって混雑がしなくなっているので良くなりましたね。昔はここが2車線になる前までは
ちょうどこの1車線になる区間でいつも渋滞してたんですけどね、西大津バイパスの終わりですかねからこの先が1車線区間になってきます。どうしても絞られるところはちょっと混雑しちゃいますよね。このまま最初行こうかなと思ってた白髭神社まで休憩なしで行くつもりだったんですけども、トイレに行きたくなってきたのでちょっとトイレ休憩だけしておきましょう。わあすごいっすよね、琵琶湖の山々が。あの頂上に見えてるの琵琶湖マレーかな。うわめっちゃ綺麗。そしたらワニのインターで出ましてちょっとトイレ休憩に行きます。トイレに行きたいと思ってほんとめちゃめちゃすぐに行きたくなっちゃうんですよ。再び湖北の方に向かって出発していきます。あっちー、まあちょっと暑さ対策で早朝から出かけてるんですけど、もうすでに暑いですけどね。って言ってもまだ車の外気温計は28度なんで全然涼しい方だと思います。では再び京成道路の方に向かっていきます。妹子の里寄りましたけど、当然この時間はまだ7時58分なのでお店は開いていません。道の駅も場所によるんですけど、だいたい物販が9時からスタートするところが多いですよね。でレストランは11時とか10時半とかそんな感じですかね。道の駅によって全然違うんですけどね。事前に行く道の駅に問い合わせは必要かなと思います。特にその道の駅でテイクアウトしてる何かを食べたいとかってなった時、せっかく行ったのにお店が開いてないとかってなったら
泣きたいですよね。湖西道路の滋賀のインターチェンジ通過している時にですね、午前8時です。今右手には琵琶湖が見えています。この辺りはもうこの道を走るのが一番琵琶湖見えるんじゃないかなと思いますけどね。琵琶湖とともに道路を楽しみたかったら湖東側の方が琵琶湖を楽しめる気はしますけどね。いいっすね。湖西道路なんで、道路はね本当に走りやすい道がずっと続いていくんですけど、この湖西道路も終点になってるのかな。右手に琵琶湖が見えて前には山なので、少し景色を楽しみながら走るにはいいですね。この辺にパーキングエリアなり道の駅作ったら景色綺麗ですごい良さそうですけどね。変わってないか。新しい区間ができたのかなと思ったらそうでもなかったみたいです。ここからが新しく開いた区間ですね。左手には JR の北小松駅が見えてますね。右手には琵琶湖がずっと見えてます。いいっすね。やっぱカメラこっちだったな。これは下の方がいいんかな。琵琶湖沿いの道、そうか。これ終わりか。ここからは国道161号線ですね。現在8時10分なんですけど、もうすでに気温は31度になってますね。滋賀県の高島市に入ります。右手に琵琶湖がよく見えております。もう少し行った先に白髭神社がありますので、白髭神社ちょっと寄ってみましょうか。もう8時になっちゃったからな。もしかしたらそれなりに人いるのかな。ちょっと分かんないですけどね。工事してるね。よいしょ。
白髭神社を出発しまして、この先はもうちょっと湖北までせっかくなので行ってみましょう。現在の時刻が8時33分です。さすがに平日の朝早かったので、夏休みとはいえどもそんなに混雑することもなくお参りすることはできました。朝の時間帯とか夕方の時間帯が景色綺麗だと思うので、その時間帯は混雑するのかもしれないですけどね。次はちょっとベタベタなところに行ってみようかと思います。次が湖北といえばですよ、琵琶湖の北といえばっていう場所に行くんですけども、琵琶湖の北といえばですね、メタセコイア並木です。いやー、それにしても快適な道がね本当に続いていきます。琵琶湖の北までところどころつながってないとこはあるにせよ、この自動車専用道があるのでアクセスはめちゃくちゃいいと思います。のんびり琵琶湖の近くを走るんだったらこの道じゃないんですけどね、この辺り安堵川の辺りって言ったらいいんですかね、高島町に入ってきて、高島市か、高島の方に入ってきたら琵琶湖が見える琵琶湖沿いの湖岸道路もありますので、そっちに行くのも悪くないんですよね。というかそっちの方がドライブとしてはいいと思うんですけどね。信号があるたびにどうしても混んじゃいますね。仕方ないですね。また再び流れ始めています。琵琶湖の北の方に来たらちょっとだけ雲が多くなってきて天気が悪くなってきましたかね。そのおかげもあって、もちろん北の方に行ってるんで気温も下がるっていうのもあるんでしょうけど、30度になってますね。今走っているのが JR でいうと近江今津駅のすぐ近くを走ってます。右手に近江今津の駅が見えてますね。しまったなそういえばナビ入れるの忘れてましたね。僕どこで降りるか知らないですよね。メタセコイア並木の方は何回も行ってるんですけど、いや忘れちゃったな。ナビセットしとけばよかった。なんとなくなんですけどぼちぼちな感じがしてきてるんですよね。こんな感じのところではなかったな。この辺な気もするな。わあ、さっきのっぽかったな。違うかな。ここで降りてみましょうか。これもうかなり感覚で適当に降りてるんですけど、合ってるんかな。いや合ってないな合ってないね、これはきっと。よいしょ。間違えちゃったからもうちょい上行きましょう。
崎か。もう一個手前だったんかな。今日本当にナビに頼らずに行くって結構どんなもんですね。一回行ったことあるから分かるだろうとかって思いながら走ってるんですけど、分からんもんですね。あ、ここだな。出てるわ、ちゃんと看板。左に曲がっていきます。この先が牧野高原の方に曲がっていくんですよね。うろ覚えですけどね。ちょっとだけなんていうんですか、メタセコイア並木の方に歩いてみようかなって思ってます。ちょっとだけですけど、なんかだんだんカメラの位置が下がってる気がするな。あー、正解。止まってみましょう。あー、涼しそうでいいっすね。ブルーベリー狩りとかもできます。どこだっけ。こういうような道を走っていきます。今日この区間だけちょっと屋根開けようと思って屋根開けたんですけど、
涼しくていいですね。こっち側に来た方が綺麗に撮れたのかな。めちゃめちゃ涼しいです。エアコンつけてるからな。濃い柳道抜けまして、天気がね曇ってきてますけど、こっちの方に来たらちょっと気温が下がってきて、さすがですね。奥の方に行ったら牧野高原に行くことができるみたいですね。ここまで回ってきて、今の時間は9時40分ぐらいですね。北の方に上がってきて日が差してないというのもあって、今の気温が29度です。田んぼのいい景色が側に広がってます。湖北のドライブといえばって感じでしょうね。琵琶湖の北に来るとやっぱりね、気持ちいいドライブコースが続いていきます。右側の方に行くと道の駅がありますので、大阪峠ですね、牧野大阪峠があるので、ちょっとだけ寄り道していこうかなと思ってます。大阪峠です。わあ、駐車場広がったんだ。牧野大阪峠でちょっとだけ小腹が空いたのでおにぎりを買いまして、もう少し、今現在の時刻が10時なので、もう少しドライブ楽しんでいこうかなと思います。牧野大阪峠はちょっとおすすめのお弁当があって、ど
動画の中では登場してると思うんですけど、海津の交差点左に行きます。これで湖北の方をですねちょっとドライブしていこうかなと思います。この辺りの海津大崎ですけど、この辺りの雰囲気もいいですよね。すごく好きです。あ、琵琶湖が綺麗。ここが無理やったらこっちに戻って止めるか。いやー、これは右側か。お、誰もいてない。おにぎりが2つ入ってて、これをいただきます。琵琶湖の北の方にですね、琵琶湖沿いの道を走ることができます。桜の時期がね、海津大崎は綺麗ですけど、もう桜の時期じゃなくても夏には夏の良さがありますよね。琵琶湖を左手に見て走るなら、なんて言ったらいいんですかね、湖西から東に向かう方向じゃない方がいいんですけど、開けると琵琶湖がすごい一望できるんで、ここは本当にいいですね。めっちゃいいね。
ね。これですよね。本当にね、運転する楽しさもありですけど、この景色がいいところを走っていくっていうのがたまんないんですよね。いやー本当にこれがあるからドライブはやめられんって思っちゃうんですよね。止まってゆっくりしようと思ったらゆっくりできる場所がたくさんありますからね。土日とか季節のいい時期はなかなかああいうところ行っても人が多そうですけど、めちゃめちゃのんびり走ってるんですけど、のんびり走っていいんですよね。それがいいところなんですよ。ここまで来て今の時間が10時45分ですね。あと1箇所ぐらい回ってもいいかっていうのもありまして、最後に奥琵琶湖パークウェイでも走っていきましょうか。6時から8時が通行かな。
台まで来たので、ぐるっと回って木之本方面に降りていこうと思います。熊出没注意になってますね。ドライブルートはやっぱりいいですね。ただただ走ることを目的にして、この湖北の方ですね、奥琵琶湖の方は純粋にドライブを楽しむことができます。まあまあここだけじゃないんですけども、でもやっぱり楽しい道が多いので、本当にドライブを楽しむぞっていう感じになりますね。景色もいいですしね。ここはね、一方通行なんですけど、間違えて逆走してくる車もいるかもしれないので、注意して走った方がいいとは思います。見通しの悪いところ、慎重に行きましょう。いやー、本当にいい道が続きますね。運転が楽しいので運転に集中しちゃいますよね。今の時間が11時半で、まあ12時ぐらいドライブ楽しんでもう帰ろうかと思ってたんですよね。午前中だけのドライブっていう感じで進めてきましたので、ここをゴールにして帰路についてもいいんですけども、ちょっとどうしようか何も考えずに来てしまったので、この辺りでもいいですかね。ということで今回は琵琶
このなんて言ったらいいですかね、湖北のドライブをサクッと楽しもうみたいな感じで今日はドライブをしてきました。この先もまあ行こうと思えばね、いくらでも行ける場所あるんですよ。昼からもドライブ楽しむのであれば、こういってああいってみたいなルートが頭の中にいっぱい思い描かれるんですけども、午前中だけ楽しむドライブで今日は終わらせようと思って出てきましたので、この先はですね、帰路の方に向かいながらにしようかなと思ってます。そう、この先に行くと木之本の方に抜けることができるんですけどね、木之本の方には行かずに来た道を戻るルートに進んでいこうかと思います。琵琶湖の湖北に来て今の太陽が出ていない状態だったら気温は29度でそこまで暑くないんですけどね、戻っていけばどんどん暑くなっていくんでしょうけど、牧の大阪峠の方までまた戻ってきちゃいました。海津の交差点を今度はまっすぐ行きましょう。やっぱりこっちの方に来たら気温曇ってても31度になるんで、さっきの山の方に行ったら涼しかったんですね。2度だけでも体感温度若干ちゃいますもんね。帰りはそのまま帰るんじゃなくて湖州道路の方走っていきましょう。左手に琵琶湖が見えてきていまして、琵琶湖沿い道を走ってます。湖州道路ですからね、ちょっと行ったらまっすぐ離れるんですけどね、ところどころで見えるかなぐらいなんですけどね。
の先も琵琶湖そばの道をもうちょい行きましょう。この右手が国道161号線ですね。今は琵琶湖本当に湖西の方ですね。ずっと南に下って走ってるというところですね。いいですよね、琵琶湖の景色。この先甲州道路を離れていきます。だけでも十分にドライブを満喫することができました。